こんにちは、シュマチャンネルです。今回の動画は、羊毛フェルト、猫の製作の改訂版、パート4です。前回の動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ、パート1からご覧ください。前回で土台の製作が終わり、いよいよ植毛を始めていきます。初めて植毛に挑戦される方のために、お腹の植毛から始めていきます。徐々に感覚をつかめるように、最後に頭を製作していきますので、よろしくお願いします。植毛は、実際の猫の毛の生え方と同じように、毛の流れを考えましょう。毛先が向いている方向を確認して、始めやすいポイントを探します。今回は、後ろ足と同じラインから始めていきます。まず、羊毛束の中心部分を2本のニードルで差し付け、上から下に折りたたんで差し付けます。直線のラインが完成したら、もう一つ上の段に進みます。わかりやすいよう、ラインを描きました。1段、下のラインとの隙間の状態です。このラインは、1段、下の差し付け箇所に描いています。3段ほど、ラインを製作したら、毛流れに沿って全体を軽く差し付けます。ボリュームを落ち着かせ、全体のバランスを確認しましょう。さらに3段、植毛を進めました。表現したいボリュームと合っているか確認します。毛が多い場合は、一度に刺す羊毛束の量を減らします。また3段、植毛して9段目の状態です。一度、ニードルを置いて全体を見てみます。直線ラインでの植毛も最初に比べて上達してきたと思います。数段おきに確認し、今製作している箇所をしっかりとイメージすると、植毛作業はうまくいくようになります。コツをつかむまでは、肩こりや腕、手首の痛みが出ることもあります。同じ姿勢で長時間の作業になりやすいため、休憩を挟んで行ってください。自分のペースでリラックスして作業しましょう。お腹部分の最後の段では、差し付けた羊毛は折り返さずに開いた状態にしています。そこに羊毛束を1点ずつ差し付けていきます。1点で差し付けると毛流れを作らずに土台に垂直に生える毛を作ることができます。植毛のバランスに問題なければ土台のポーズを戻しましょう。ワイヤーが入った土台はこのように形を変えて部分的な作業をしやすくします。今回はお腹がほとんど隠れてしまうので植毛の練習にちょうどいい部分となりました。どんなポーズでも目立たない部分から練習するといいでしょう。続いて土台の底の部分に折りたたみ直線刺しをしていきます。お腹の部分とやり方は同じです。一番最初に開始したお腹のラインまで来たら、最後のラインは折りたたまずに一点刺しでしたね。お腹の製作の時と全く同じです。この動画では折りたたみ直線刺しと一点刺しの2種類の植毛方法がわかりました。私が制作する上で特に使う2つの方法です。私の場合はほとんどの作業をこの2つの方法で行っています。毛を寝かせて毛流れをつけたいときは折りたたむ。植毛の始まりと終わりのつなぎには一点刺しを使う。折りたたみの場合は差し付けを二重にしているので毛が抜けにくいです。一点刺しは部分的にボリュームを出せる反面、毛が抜けやすくなってしまう方法でもあります。もちろん、この他にもたくさんの植毛方法がありますし、仕上がりの効果もそれぞれ違います。これが正しいというのではなく、オリジナルの方法を作り出してもいいですよね。もっといい方法があるよ、という方は、ぜひコメント欄で教えてください。今回の動画は以上です。次回は背中の部分、カラーの羊毛の植毛から始めていきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。